ちは、メルです。10月の冬服会議では、たくさんのご意見やご提案を本当にありがとうございました。おかげさまで冬服がね、揃いましたので、今回は冬服をご紹介していきます。では、早速始めていきます。結論からお話ししますと、今季の冬服は全部で9着になります。で、アウターが2着、ボトムスが3着、トップスが4着の計9着で、この9着のうち仕事用の服が3着なので、実質今季の冬服は6着ということで、過去一少ないんじゃないかなという感じになっています。では、アイテムを一つずつご紹介していきます。アウター1着目、ユニクロのウルトラライトダウン。こちらは2022年に購入し、購入価格は6990円でした。お気に入りポイントは、まずこのひし形のデザインがおしゃれで可愛い。あと、ベージュのようなホワイトカラーも気に入っています。そして軽くて暖かい。中にニットを着てもゆとりがあるところも気に入っています。気になる点は、強いて言うなら、ちょっと急いでる時にこのボタンを閉めるのが面倒っていうのがちょっとあるくらいですね。アウター2着目、グローバルワークのボアブルゾン。こちらは2020年に購入し、購入価格は1万円でした。お気に入りポイントは、このくすみのカーキ色が可愛くて気に入っています。しかもリバーシブルになっているので、この反対側のモコモコの方もね、可愛くて、もうどちらもお気に入りのデザインなので、もうほんとね、少ない服で生活している私には、1着で2パターンできるこちらのアイテムはもう本当に助かるアイテムです。あとはこのニットなどの毛玉ができやすい服の時はモコモコをね、外側にして着るなどもできるので、そういった点もね、大変便利なアイテムになっています。また防寒面においても、先ほど紹介したユニクロのダウンよりも暖かいので、真冬にも大活躍です。気になる点としては、ウルトラライトダウンと比べるとやっぱちょっと重いかなっていうのはありますね。ただ着ていてそれほど気になったことはないです。以上がアウターでした。2着あるとね、やっぱ1着あたりの着る頻度が下がって長持ちするので良いです。続いてボトムス1着目、ユニクロのブラッシュドジャージワイドパンツ。こちらは2024年に購入し、購入価格は3990円でした。お気に入りポイントは、アイラインボトムと言われる腰から足首にかけてまっすぐになっているボトムなので、体のね、ラインを拾わないところが魅力ポイントかなと思っています。あと、黒に近いこのグレーの色味がおしゃれで、結構どんな色のアイテムでも合わせやすいところもすごく気に入っているポイントです。そして素材はモコモコで暖かいです。以前コメントで真冬も着れますかっていうコメントがあったんですけれども、もし寒い場合は下にタイツを履くこともできるので、真冬でも問題なく着ることができます。ボトムス2着目、ユニクロのブルージーンズ。こちらは2023年に購入し、購入価格は3990円でした。お気に入りポイントは、春、夏、秋、冬と一年中ずっと着られる点と、洗濯もできて耐久性に優れている点ですね。で、やっぱり少ない服で暮らしていると、結構服の消耗スピードとかが気になったりするんですけれども、そういった点あまり気にせずに気楽に履けるっていうのはいいですね。気になる点としては、最近膝のあたりがテカってきたかなって感じているので、春くらいに買い替えてもいいかななんて思っています。ちなみに次買うときは
シルバージーンズがいいかなとか今検討している段階です。ボトムス3着目、ユニクロのタックワイドパンツ。こちらは先月購入しまして、購入価格は3990円でした。買った理由なんですが、冬服会議でこれまで着ていたハニーズのものと同じものを買うのか、それともユニクロのタックワイドパンツを買うのか検討していましたが、ハニーズでその今販売しているアイテムの素材がなんかねチープな感じがして、ちょっとね魅力を感じなかったんですよね。でどうしようかなって考えてた時に、冬服会議のコメントでユニクロのタックワイドパンツすごいいいですよっていうコメントがあったので購入に至りました。お気に入りポイントはコメントで教えていただいた通り、洗濯してもシワにならずでした。また下にタイツを履けば冬場も問題なく着られるので、真夏以外のオールシーズン着られる点も良かったなと思っています。以上がボトムスでした。気づけば全部ユニクロになってしまいましたが、ユニクロのボトムスは最高ですね。続いてトップス1着目、ユニクロのプレミアムラムセーター。こちらは2023年に購入し、購入価格は2990円でした。お気に入りポイントは首周りが開きすぎていないのがいいですね。私は結構ね、この首周りの開き具合をすごく重視しているんですけれども、このぐらいのね、開きすぎてないトップスはね、とても好きです。あとは、このベージュに近いね、ホワイトカラーも好きです。そして、丈感も長くも短くもないちょうど良いところも気に入っています。で、素材がね、羊の毛でできていることもあり、結構ね、毛玉ができにくいので、冬場着るニットとしてはとてもいいアイテムです。またね、同じもの欲しいなって思うぐらい気に入っています。気になる点については、そうですね、やっぱ3年目になってきて、ややね、消耗してきているかなっていう感じなので、今季で最後かなと思っています。トップス2着目、無印良品クルーネック長袖 T シャツ。こちらは今年の10月に購入したばかりで、購入価格は1290円でした。で、冬服会議でね、これまで着ていた長袖 T シャツを手放すかどうか迷っていますということでお話ししたんですが、で、その時に、下手って着てはいるけれど、ニットなどの下に着る分には問題ないから、手放さなくてもいいんじゃないか、みたいなことをね、私がお話ししたんです。で、それに対してコメントで、見えないから売れててもいいと着ちゃうのは、ご自身を妥協しているような感じがして、主さんはかけがえのない、代わりのない存在なので、見えないところも妥協しない方が自分を大事にすることにつながるのではというね、もうね、非常に素敵なご意見をいただきました。で、このコメントを読んだ時に、本当にその通りだなと思いまして、本当消耗しきってるってね、頭では分かっていながらも、もったいないっていう、結構ね、こう、貧乏症が出てしまっていたなぁとね、振り返りまして、反省しました。で、非常にね、ご意見しにくい内容だったと思うんですけれども、私に対して掛け声のない代わりの存在っていうね、言葉がもう本当に温かすぎて、私をね、傷つけないようにと、送り主様の言葉選びの配慮に、もう本当に感無量です。改めましてね、本当にありがとうございました。もう本当このコメントのおかげで気持ちよく手放すことができました。で、お気に入りポイントですが、冬ももちろんニットやトレーナーの下に着られますし、春秋もメインのトップスとして着られるので、季節をまたがって着られる点がいいですね。あとは丈感もちょうど良いので、その点も気に入っています。ただ気になる点としては、洗濯後はやっぱりややシワになりますね。あとはやっぱり正直今まで持っていたグリーンのものの方が良かったなと思うので、ちょっと今年のカラー展開がちょっといまいちだったなっていうのはありますね。トップス3着目、モンベルのコットンスウェットシャツ。こちらも先月購入しまして、
購入価格は6600円でした。で、冬服会議の時に仕事用のトレーナーを買うっていう話は出てたんですが、その時点ではね、具体的な候補が決まっていませんでした。で、ちょっと11月に東京に行く機会があって、その時にそのモンベルに立ち寄ったんですが、そのモンベルに立ち寄った目的は、スーパーメリノールのインナーを買うのを目的にね、行ったんです。ただその時にこちらのね、スウェットを見つけまして、もう理想そのものだったので、迷わず購入しました。お気に入りポイントは、まずこのダークグリーンのカラーが可愛い。私結構グリーンカラー好きなんですが、またちょっと今まで持っていたグリーンとはまた違うカラーで、とても気に入りました。あと素材が、内側がね、こう裏肝で、モコモコでね、これがすっごいあったかいです。サイズ感も丈感が短くも長くもなく、ちょうど良いところも気に入っています。で、ちょうど今着ているのが、洗濯して干してあったやつを着てるんですけれども、洗濯機で洗っても全然シワにならなくて、いや、もうこれ本当に買ってよかったです。トップス4着目、ハニーズのラクラクアイロンシャツ。こちらは2019年に購入し、購入価格は1980円でした。お気に入りポイントは、洗濯機で洗濯してもアイロンいらずで、長年仕事用のシャツとして大変重宝しています。2019年からだともう6年も使っているっていうことで、そんな予定ではなかったのでね、大変コスパの良いアイテムになっています。ただまあ気になる点としては、着ていてね、テンションが上がるものではないので、はい。でもなんか逆にその汚れてもいい、いつでも捨てれるって思えるのが、仕事着としてはちょうどいいかなと思っています。ちなみに同じハニーズのこのピンクいシャツも持っていて、でこれをね、冬服会議の時に仕事用にしますっていうことで、ちょっと2着でやっていくみたいな話だったんですが、結局ね、やっぱ1着あれば全然十分足りてて、ちょっといよいよこれが手放す候補になってきました。ちょっとすぐには手放さないんですが、ちょっと保留ボックスに入れて様子を見たいと思います。で、ここからは冬服会議で検討したものの購入に至らなかったアイテムをご紹介します。まずダウンベストですね。ダウンベストの代わりにモンベルのスーパーメリノウールインナーを購入しました。で、腕まで暖かいのでダウンベストよりも良かったですね。あと、モンベルのスウェットも暖かいので、ダウンベストなくても問題なくこの冬を乗り切れるかなと思っています。そしてもう一つがニットです。これはね、買っても良かったんですけれども、欲しいと思えるアイテムがちょっとなかったんですよね。で、やっぱりちょっと妥協はしたくなかったので、とりあえずいいアイテムが見つかるまでは、今あるアイテムで過ごそうかなと思っています。もし今後新たに購入した時には、また動画でお伝えしたいと思います。はい、今年の冬服をご紹介してきました。改めて冬服会議では、たくさんのご提案、ご意見、本当にありがとうございました。もういつも視聴者の皆さんからのご意見が非常に参考になっております。またやるときにはぜひコメントください。今回の動画が良かったよっていう方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。